ティーチングプロの竹内恵美子です。今日は高野原ゴルフセンターからお送りしてます。皆さんが一度や二度悩んだお悩みになったと思う、シャンクですね。シャンクは一度出だすとパニックになります。もうラウンド中なんか出るとグリーンを一周してしまうことがあります。その辛いシャンクですね。今日は、なぜ起こっているのか。まずシャンクってそもそも自分は何をしたからそうなってるかね、そのあたりからちょっとお話をさせていただきたいと思いますので、みんなでシャンク撲滅頑張りましょう。じゃあ今日のレッスン始まるよ。はい、じゃあシャンクですね。シャンクというのは、ボールがまっすぐ飛ばしたいのにボールがほぼ、真右と言ったら言い過ぎですが、45度ぐらいね右に飛んでしまうようなことをシャンクと一応言ってますが、実際何が起こっているのか、打った本人は全くわからない状態です。っていう感じでびっくりします。で、一回シャンクが出だすと止まらないっていうことになります。で今日は、何が起こっているのかっていう説明と、それから、注意点ですね。こういうことをするといいですよっていう、注意点、それから、それは応急処置的な注意点、コース回ってたらこれだけやったら治るよっていうのと、それから、根本的な治療方法ですね。練習場でこういうことをしたらシャンクは出ないよっていう、そういう根本的な2つのね方法から、直していこうと思います。でまずシャンク、とりあえず自分のフェースのどこに当たってるのか知りましょう。でこういうねシール売ってます。これはショップに売ってます。でこういうシールはねアイアン用とかフェアウェイ用とかですね、こんな感じでドライバー用、フェアウェイウッド用3つぐらいこうやってあります。でこれはもうゴルフショップ行って買ってください。はい、でここにねこういうふうに印が書いてますが、アイアン用、ほぼ真ん中、フェアウェイユーティリティもほぼ真ん中で、このねシールなんか貼ってますけどね、ドライバーはちょっと先でもいいよ、先の上がドラを打つならねっていうような形がボールの方が言ってます。こういうのをちょっと参考にして、アイアン一応このセンターで打つっていうのをね、スイートスポットっていうか真ん中で打つっていうのを目標にやります。でまずご自身でねこういうふうにフェースに貼っていただいてでまず普通通りにちょっとしてみてください。で、シャンクが出る方はこのひどい方って言ったら重症な方ですね。この、ソケット部分、もうシャフトに近いところに本当に当たってしまったり、ここにボールの肩がいってしまうっていうのがあります。根っこに当たってるんですね。で、もう一つですね、この、当たる場所の他に意外と先に当たって頭の方に当たって開いてしまって右に飛んでるっていうシャンクもあるんですね。でこれはもう最近の高性能のカメラとかで撮るとフェースの動きがよくわかるので、カメラある方はその、スイングなんか、を撮ってその場で見れるようなインドアによくある設備ですね。ああいう設備を使って見ていただくとご自身のフェースがこう開いて当たってるのかこっちで当たってる方は一目瞭然です。でそういう設備がない、ここもないんですが、もうこれですね。でこれで、実際球をこう打ってみて、シャンク打ちたくないんですけどね、ちょっと打ってみましょうか。ちょっとやってみます。もう長年シャンクなんか打ってませんけど、カメラに当たるかもしれないので気をつけてくださいね。いきますよ。でシャンクが出る方はだいたいヒールに当たると思ってる方が多いので、だいたい離れて構えます。ちょっとね先で当てたいからね。そしてバックスイングをして、そしてやっぱりシャンクだっていう風になります。これ私うまいこと先で打っちゃいました。うまいことね、これすごい先でうまいことボールは飛びましたけど、これでフェースが回るとシャンクになるわけです。先で開くとシャンクになります。で、今はちょっと本当にヒールで捉えられなかったんですが、もう一回いきますよ。シャンクが出るバージョンですね。バックスイングしました。そしてこれもまたうまいことちょっと右に飛びましたけどヒールには当たらなかった、すいません。で、ちょっと無理やりね
こにここに当たる。これがよくあるシャンクです。ここですね。はい、これがよくあるシャンクです。で、コースで本当にパチッと右に当たった。よくアプローチでもピチッと当たったって、言うと、もうそこでですね、フェースを閉じます。はい、閉じるっていうのはもう普通に構えずに、もうヒール上げてもらって、こういうふうにヒール上げてもらって、頭をね、ヒール浮かすような、こういう感じですね。で、フェースはもう左に向けちゃいます。で、普通に打たずに、ちょっとヒールを上げて、もうちっちゃめ、スイングちっちゃめ、ヒール上げます。で、ハーフショットぐらいですね。にあれば、右には飛びませんので、これ今、芯に、ここで捉えましたね。あんな変な構えでも芯で当たるわけです。で、それが、臨時、応急処置編ですね。とりあえずそうすれば芯に当たりますよってことなので、シャンクの連鎖にはなりません。パニックにはなりません。で、今の方法ですねはこっちに当たってる人も先に当たったシャンクの人も両方のために両方に有効ですので、コースではとりあえずそうやって応急処置をしてください。ヒールを上げて短く持ってボールにちょっと、こういうふうにヒールを上げてね、でこの先で打つような気持ちにします。ヒールを上げます。手元もだから上げるわけですね。そしてバックスイングしてあんまりこう距離欲張らずにハーフショットです。はい、これも今、芯で捉えました。まあ、ここで当たってますね。はい、こっちでもこっちでもないと。はい、これがまあ応急処置です。で、じゃあ練習の時に何気をつけたらいいのかっていう実際の根本的な治療方法ですね。それをお伝えします。で、シャンクが出て困る人は練習場でも出る場合があります。で、大体みんなこっちに当たってるかどうかわからないけど、ほとんどこっちで当たってると思ってるので、ここで当たるならばここで構えようとします。先でね。なのでアドレスの時に、まず大体離れて立ちます。そして、こう手が前に出る、体が前に行くから、手が前に出るので、ここが窮屈になるから、そしたら離れとこうという魂胆ですね。で離れといて先で打とうと思います。で、この離れておいてそして打とうとすると、余計にボールに向かっていってヒールに当たると、離れて先で構えるのは逆効果です。ゴルフの、自分で考えて良かれと思ってやったらダメな方向に行くというあるあるなんですねこれ。で、いいのはですね、ちょっと練習方法ねお伝えします。ボールを2個置きます。2つ置きますね。でシャンクの嫌な方は、こっちにこの自分から前の方ですね、このボールに構えます。という方ね、こっちに構えてそして手前のボールを打つというこういう練習をしてみます。でシャンクの嫌な方ってこの手前のボールこう打ちにくいわけ。これが打とうとするとシャンクになるわけですよ。でこっちの位置で打ちたいんですね。こっちだったら窮屈やからこっちで打ちたい。でも逆をします。こっち普通に自分なりの普通でいいです。構えておいてそして手前のボールを打つと。でちょっとね素振りします。ここに構えておいてこのボールの手前を打つですね。普通のアドレスでいいですよ。普通のアドレスをしておいてそしてこのボールは打たないで手前を素振りすると。でこれでこのボールに当たらないことが、ちょっと分かればですね構えます。はい、そしてバックスイングします。そして、手前のボールだけ打ちます。はい、まずハーフショットでいいですね。今のもこれですね、真ん中で捉えてます。こっちで構えてなんでこんだけ手前を引いたのにシャンクしないのかっていう感覚だと思うんですけど、メカニズムを紹介しますと、シャンクしてしまう人はまずそもそもですね、テイクバックの時に、前傾してます。で体重が、ちょっと母子球前にあるわけですね。でテイクバックスイング始まるとこう体が捻転して、グリップも前にあったグリップがこう後ろに引いていきますよね。自分の重心が後ろへ下がるわけですね。下がっていかなければならないのに下がりきってない、つま先に体重があるわけです。だからバックスイングの時に
前体重、右のね前に体重がありすぎるので、そこからもう体が前に来てしまって、このボールのこっちに当たると、ヒールに当たると。なのでこの練習の時にはバックスイングします。そしたら自分の右かかとに重心が移ったっていうことを確認してほしいんですね。最初はこの母子球のラインですが、バックスイングしたら自分の後ろに移った。そして右のかかとから今度は左の母子球も踏みますけど、かかとの方に最初よりはちょっと一筋下がった重心で、後ろに下がった重心でボールを打つので、このボールに構えてるけど実際打つのは手前というような感覚を身につけてほしい。シャンク出る方はこっちに構えといて前に出ながら打ってるって反対のバージョンですね。こっちに構えてこっちのボールを打つみたいな、体が前に出るのでそれを防ぎます。で練習方法ですね。構えます。バックスイングします。はい。その時に右のつま先上げてみます。そうするともう嫌でもかかとに体重乗ります。右のかかとにね。そこから左のかかとに乗るっていう感覚で打ってみます。バックスイングします。右のつま先こういうふうに上げます。そして左のかかとで打っていきます。最初ゆっくりでいいですね。はい。そういうふうにするとこういうふうに1個のボールの時でもちょっとだけシャンクする人ってこう先で構えますが、わざとね架空のボール、この打つボールの前にボールがあると思ってちょっとこうわざとヒール気味に構えます。わざとね。そして、バックスイングしました。はい。つま先、右のつま先を上げました。そして、かかとに体重が乗ったところで打ってくるっていう感じですね。最初はちょっと怖いかもしれないので、バックスイングしたらつま先を上げる、この感覚をちょっと何回か右のかかとに乗るっていうのを確認してもらって打っていくという感じね。あんまり振り回さなくてもいいと思います。そうすると、このちょっと芯のあたり、この辺ですねに、球が当たってるのが分かります。これシャンクしそうな咲き杉、これもシャンクしそうな根っこですね。この辺にちょっと下から2本目スコアリングラインの2本3本目ぐらいにこう肩がつくとスイートスポットなので、しっかり芯で捉えた感じになってきます。こんな感じでね、ちょっと怖がらずに応急処置的にはヒール上げる。で練習場で取り組むにはちょっと怖いかもしれないけど2個ボールを置いて素振りの感覚、あるいはつま先を上げてみて自分の体が前に来ないようにねこう構えて、ここで上げながらちょっと後ろに下がって打つっていう感覚。前の体重から右のかかとに移って左のかかとに下がるような感覚ですね。前のままでこう打ってしまわないということを気をつけて練習してみてください。今日のレッスンいかがでしたか？役に立ったな、良かったなと思う方は登録ボタン、そしていいねボタンをぜひよろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。